おはようございます。すいません。パジャマのまんまでごめんなさい。今日はですね、南仏の家のモーニングルーティンをちょっとご紹介したいと思います。やっと日差しも出てきて、今朝早い時間は結構どんよりしてたんですが、気持ちのいい一日になりそうです。ではご紹介します。それでは朝のルーティンをご紹介しますということで、こちらがバスルームです。ゆりちゃんも初めてだもんね。初めてです。そう。うわー、素敵なバスルームですね。いい感じでしょう。すごい好きな空間です。で、本当にこうやってお日様が入ってくると自然光でこういろいろできるので。じゃあここでえりこさんはいつも朝の身支度をしておりますということでご紹介しますが、私実は数日前まで結構お日様がものすぐ当たるところにいて、しかももう海で泳いだりとかシュノーケリングとかしてたんで、多分最悪に肌が日焼けと、でやっぱり日焼けした後って肌が多分傷んでるからね。ということでちょっと今日はまずは、私の大好きなこのマスクスペシャルというのをまず使います。これは毎朝使われてる？これは本当にその時々の状況によってで、例えば使い方としては毎朝ではないけれども、今日は例えば撮影があるとか、今日はちょっと頑張んなきゃとか、あるいは起きたらなんか顔がドヨーンとしてるとか、そういう時に朝使いますね。見ていただくとね、ちょっとグリーンがかってるの。本当ですね。ちょっとこうメンソールというか、じゃあちょっと爽やかなスーッとする感じで、このグリーンのマスクが本当に魔法のマスクみたいな感じです。そうだ、これをやる前にまず私朝起きてね、本当はねちゃんと多分洗って準備して使った方がいいんだけど、実は私はいきなりこのローションをつけちゃって、でローションはこういう保湿ローションっていうのかな、これを結構たっぷりつけて、普通に本当にこうやってね、じゃあ洗顔せずにちょっと潤いを与えつつ、いいのかわからないんだけど、寝ている間の汚れも取るみたいなことをして、もうそのやり方はずっと前から？そうもう十何年そんな感じでやってます。今日は今一人だけれども、ほら普段パリだと子供たちがいて、自分のことがついつい後回しになっちゃうけれども、まず起きたらもう洗面所に行って、まずもうこうやってで塗る。で塗ってから子供たちを起こしに行くっていう感じで、ちょっとこう筆があるので、この筆もついてて、でもうこうやって塗ってきます。結構クリームをたっぷりめに。私たっぷりめに使いますね。で特に本当に今すっごい肌も乾燥しているし、日焼けした後ってすごい肌が疲れてる感じがするので、たっぷりめに塗ります。目の周りと口の周りは避けて、日によってはもうこの首のあたりまでちょっとつけちゃうんだけど、結構塗るとひんやりする。ひんやりするの。そう今もうすでにひんやりしてる感じとはいえ、だから夏の暑い時とかにもおすすめだけれども、冬場とかでもやっぱりどうしても顔がシャキッとしない時とかは、それですごく気持ちがいい。じゃあ年中使えるアイテムなんですね。年中使えるのと、で私は今朝つけてて、でこのまんまキッチンに降りてって朝のいろんなルーティンをやるんだけれども、だいたい何分ぐらいつけるんですか？これは一応15分ぐらいっていうことなんだけれども、私自身あまり細かく時間は気にしてなくって、その時の状況でちょっとたっぷりめにつけたり。じゃあこのまんますごい格好だけどキッチンに行きましょう。素敵。ここほらちょうど日が入ってきて綺麗ですね。綺麗でしょ。このステンドグラスの色がそのまんまここを通って、もしかしてパードンDésolé. Toi, c'est divers Stéphane ou pas? Non, pardon, désolé. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? No, 仕事中だった夫たちをちょっと追い出してしまいました。少しせっかくだから朝は私カプチーノが絶対必要なので、ゆりちゃんも一杯いかがですか？ありがとうございます。よいしょ。
なのでもうなんかほんとこんな感じでマスクしたまんま、はい。今予想外に仕事の人がいてこんな姿で夫の仕事関係の人に会ってしまいましたが朝はじゃあカプチーノ。絶対もうこれはどこにいてもはい。朝一杯のこのカプチーノというかカフェラテとかは必要で、本当はここにねジュースを絞る機械があるの。はい。で私は毎朝レモンを絞って飲むんだけれども、ミラノのアパートにそう行っていてまだここに戻ってきてないので、今日はちょっとレモンなしで、朝のレモンももう十何年続けてるかもしれない。友人が朝一杯のレモンすごくいいよって教えてくれて、でもレモンだけだとすごい強いから必ずお湯ではい。薄めて。ありがとうございます。えりこさん、朝ごはんは食べられるんですか？食べるんだけれども、はい本当にいつもだともうはい。人数が多いからここにこうパンがボーンってあって、ここにバターも並べてジャムもいろんな種類を並べて食べるんだけど、なんか今本当にここの家に滞在してるのが夫と2人きりなのですごい寂しいご飯で、なんかだからここにクロワッサンとかあるけどそんな感じなんですよ。今日はなんかイレギュラーに寂しいし物足りない朝食なんですが、でもちゃんと食べます。カフェとパンは欠かせない。あとヨーグルトとか。それはもうパリでも同じですか？もうどこでもで、ミラノはやっぱりバゲットとかそういう感じじゃないので、なんかミラノは本当にヨーグルトと果物とカフェとみたいな感じなんだけれども、パリとか南仏だともう絶対にバゲットだとかパンオショコラとかクロワッサンとかがあって、でしかもこのクロワッサンにはさらにバターをつけて食べるっていうのが好きです。いつもだからこんな風にマスクをして、はいスーッとするから気持ちいいなと思いながらカフェとかを飲んでっていう感じですね。でもなんか朝はやっぱりすごい大事で、もちろん早起きをしなきゃいけない時とかバタバタなんだけれども、やっぱりなんかちゃんと朝をスタートすると気持ちがいいので、朝のルーティンで今日はスペシャルマスクっていうのをつけてるけれども、また違う時には違うのをつけたりとかして、あと時間が無駄になってない感じ、家のこともやってるとこう有効にそう使えてる感じもして、そんな感じですね。これはね本当マスクスペシャルっていうのは本当にだから引き締まって、で保湿もしっかりされて、しかも私はあまりファンデーションを塗らないけれども、ファンデーションを塗ったりする友人とかはみんなその後にやっぱすごくファンデーションがスーッとこう肌に馴染んでいく感じだって言ってたので、あとなんかこう内側から肌がポワンと明るくなる、そんななんか感じがします。じゃあちょっとそろそろお部屋に行ってケアを始めます。なんかちょっとのんびりおしゃべりしちゃったので、いつもこうやってパリでも、南仏でもお茶とかを持って家の中移動して飲みながらなんかこう準備したり片付けたりとかっていう感じです。もうね十分にあれした。でもカピカピになってなくって、そうでおすすめは本当はこのローションをつけてこうやってまたつけて、こうやって取るのがいいらしいんですけど、私は割とこれだけじゃなくてちゃんと洗顔をしちゃったりするのね。もうだから本当にこのまんまこれを取ってそのままいつものケアを始めていただいても、そのローションは朝の一番最初に拭き取ってたやつ。そうですそうです。もうねこれだけでもほら十分もう取れて明るくなった。明るくなる。本当に今もう最悪よこの日焼け肌もシミとかシワももちろんない方がいいけれども、あったとしても自分で一生懸命保湿をして、今だと本当に日焼け肌なのでとにかく保湿で肌が早く回復するようにという願いを込めてなんかケアしてる感じですね。そうするとシミとかも気になってるとか濃くなったけれども、でもやっぱりこう時間とともに落ち着いてきたりするし、日々のケアしかないと思ってますあ、でも今日なんかいい感じだな。すごくしっとりしてます。すごいしっとりしてて肌に弾力が出る感じ、気持ちいいいい感じです。じゃあこれでもうそのまんまケアしていこう。私があと愛用してるこのブライトニングセラムというのなんです
ですね。必ずローションの後には美容液を使います。で、いろんなやっぱりここも種類があるんだけど、私はこのブライトニングセラムというのが好きで、内側からこう明るくする感じ、そう毎日使ってる？毎日朝晩使ってます。これをもう全然普通に、本当にこういう感じですね。適当すぎてもうこういう感じです、本当に。あと絶対首までつける。これも大学生の時からなんかプロダクトを使う時は必ず首まで、つけています。でこの後に今度はさっきマスクスペシャルってちょっとひんやりするのを使ってたので、それのアイクリームがあるの。アイトリートメント。やっぱり皮膚が違うじゃない、目の周りって。でこれが気持ちいいのよ。すごいちょっと少なくなってきちゃったんだけど、もうこれもこうやってつけて、でこうやってもうひたすらちょっと叩く感じ。ちょっと叩く感じで少しマッサージしながら、そうするとこれもすごくさっきのメントールの感じでこうスーッといい感じに張りが出てくる感覚があって、気持ちよさそうです。なんか見てるだけで。私自身そのお化粧をそんなするわけじゃないから、とにかく普段のケアはちゃんとやろうと思っていて、で最後の仕上げにこのリッチクリームとクレームリッシュというのを使います。これも毎日の？でこれも毎日で、まさにこれが私が頼んで作ってもらったクリームなんですよ。っていうのは夫がこの商品を開発した時に、最初はいわゆるデイクリームとかナイトクリームとかっていうのを作っていたんだけれども、私はとにかくその肌がちょっとやっぱり敏感だったり乾燥肌だったので、なんかそれでは物足りなくって、その当時多分普通の人にはいいんだけど、私にはちょっと軽すぎるな、もうちょっとリッチなものが欲しいなって言って、そうこれを作ってもらって、すごくこっくりしてるのね。結構こういう感じ、濃厚な。濃厚、でこれを最後につけていきます。でも顔全体に、もうね最後は本当に手で温めて、これもいつもこうやってマッサージしながら首までいきます。どうしても顔のケアって顔しかいかないけれども、実は首もデコルテも全部つながってるから、やっぱりちゃんとやった方がいいかなと私は思っていて。朝から結構濃厚なクリームを使われるんですね。私は割と乾燥肌なので、特にこうやって日差しが強くなってくると皮膚がちょっと薄いので、なんかこうプロテクトしたくなるというか、だから割としっかりしたものでちゃんとこう肌を覆ってあげてっていう感覚ですね。で最後がこちらの日焼け止めクリームですね。綺麗な桜色の。そう、これ綺麗な桜色です。 SPF50 ので、とにかく私は日焼けしやすい肌なのと、フランスに住んでると日差しが柔らかくっても実は結構強いとか、意外と冬場もそんな感じがするので、もともと大学生の時から365日日焼け止めで絶対最後締めていたんだけれども、今もそれが変わらず必ず日焼け止めで終わらせるという。でこれもすごいトローンとしてるの。なんか柔らかい。すっごい柔らかくって美容液のちょっと濃いめぐらいな感じでも意外としっかりしてて、なんかほら塗るとこんな感じなんだけど、これもこうやってもう最後に全部、なんか日焼け止めって結構キシキシするものがで、あとほら SPF が高いと変に白くなっちゃったり、変に顔になんかピタッと張り付いて肌が呼吸できないんじゃないかっていうぐらいパキッとプロテクトしてくれるものもあるんですけれども、本当に美容液をつけてる感覚、でだから首とかにつけても洋服が汚れるとかっていう感覚はないし、じゃあスッと馴染むような日焼け止めなんですね。であと日焼け止めって朝つけて終わりじゃなくて、やっぱり一日に何度もつけなきゃいけないけれども、お化粧してたりするとさらにそれを塗るともう多分カピカピなことになってしまう。でもこれだと例えばファンデーションとか結構しっかり塗ってたとしても、その上にこうまた美容液を重ねてるような感覚になるのでいいですね。そうだから私ね、ちっちゃいサイズをいつもバッグに、ほらちっちゃいかわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ
これからの季節は特にどうしてもテラスでご飯食べようとか言われて、日差しがと思ってももう拒否できないからもう塗ってっていう感じなので、こうやってちゃんと最後はこの日焼け止めを塗って基本のベースとケアが終わります。どうでしょうか。もうなんか何もしてないこのすっぴんの顔を見せてるのもう恥ずかしいけどまあいいや。ということでこんな感じで朝のケアが終わりました。では準備ができたのでこんな風に過ごしてますっていうのをご紹介しますね。すごい日が強くなってきた。南仏の太陽って本当にパワーがすごく強いというか。本当曇ってても差してきてるっていう感じでしょ。なんかそう気をつけないとなのに楽しいけれどもね。お庭をご紹介します。わあ、気持ちいい。気持ちいい。すごいいい天気ですね。気温が上がってきてる。本当に。そうちょっと見てもらいたいお庭も。でもここももうほらすごい。ジャスマンとかがすごいいい香りで。いい香り。実は今日からしばらく数日間この家の中でイベントが行われるので、なんだろうというものがいっぱいある。そうここはねいつもペタンクをするところ。YouTube でも見ました。そう、ここがペタンクをするところで、今回すっごいお庭が綺麗になってるのぜひ見ていただきたい。なんかすごく春らしいというか、とてもお花も咲いていて、そう綺麗でしょ。いい感じに、そうここのほら見てバラのこのアーチ可愛くない？こんななったの今年初めてだと思う。そうなんですか。すごい。いい香り。すごい素敵。わあ、すごいなんかこうわざとロマンチックな。そうわざとやったみたいじゃない？キャー。すごい素敵なアーチですね。本当に。もともとあったのねアーチは。でももう何にもこう花とかも咲いていなくって、そこにこうやって這わせてっていう。エビドンスボーテの化粧品の香りって、ローズとかジャスマンとかチュベローズとかがメインになってるんだけれども、なんかそういったものがこうお庭の中にもあって、ローズがあったりジャスマンがあったりとか、化粧品の世界もちょっと体現してるような場所で、こういう感じで。すごく素敵。すごい。えりこさんが今着ていらっしゃるお洋服もとても素敵です。嘘、ありがとうございます。これはどちらの？これはねチエリー・クルソンって言って、もうね20年近く前に買ったお洋服です。上も下もで、上と下がセットというわけじゃないんだけど同じところので、私あんまり柄と柄の組み合わせっていうのはやらないんですけれども、これはなんかちょっといい感じに合ってるでしょ。そんな感じで素敵です。靴もとても素敵で。ありがとうございます。ベネチアンシューズいいのかな。後ろが古くなったタイヤのゴムでできているっていう。じゃあ歩きやすい。歩きやすいし、でもほら部屋履きでも使えるけれども、こうやって外に履いてもいいし、結構いろんな色を持っていて、こういうのんびりしてる時にはよく履いてます。いいですね。やっぱりこうパリでのファッションと南仏でのファッションっていうのもちょっと違いますか？違いますね。こちらにいると力が抜けてる服だったりとか、あとこう思いっきりミニを履いたりとか、思いっきり背中が開いてるものを着たりとか、割とこう冒険がしやすい。やっぱり南仏って多分みんな着てる服装とかも違うような気がする。やっぱりこの空とかこの暑い日差しとかでこうみんな明るいものとかポップなものを着たくなるんだと思うんですけど、でも本当にここにも綺麗なお花が。ラベンダーとかもちょうどこれから香りもどんどん出てくるし、いいですね。気持ちいい。気持ちいいよね、歩いてても本当に。そう。あとあっちの方にも行こうかな。なんかちょっとちっちゃな村みたいでしょ、ここ。本当ですね。そうで、ここもずっとお庭があって、でこちらがねすごい気に入ってるとこがあるからちょっとご紹介したい。そう、ここ見て、私ここすっごい好きで、こ
こはもともと噴水はなかったんだけれども、村の中を歩いてる感じにしたくって噴水を作ったりとか。これは作られたんですね。そう。見て見て、すっごい綺麗じゃない？すごい。もうこの空間が大好きで。で、あとこういうちょっとお部屋に行く道のところにもなんか少し緑があったり。でもいいですね。こう春のお庭もとってもそうお花がたくさん。そうだから多分本当に今がすごく綺麗なんだと思う。またね、夏になるとちょっと違ってくるじゃない、景色が。はい、でさっきのでも噴水も、はい、エビドンスボーテのプロダクトの中にロードラフーって言って、はい、天然のいわゆる湧き水が入ってるの。でその湧き水っていうのはバンスという町があるんだけれども、はい、そこに出ている湧き水でもう2000年ぐらい前からこう出ている湧き水で、それこそ今でも住んでる方とかペットボトルとかなんかこう持ってって湧き水を汲むことができるの、街中で。そういう意味もあって、こうなんとなく噴水とかが我が家にあったりとかして、でその湧き水ってなんかね、ほんと1年通して13度なの。だから夏のすごい暑い時にそこにお水を汲みに行っても冷たくて美味しいの。いいですね。そんな感じのところで、はい、でそのお水が実際プロダクトの中に入ってたりとか。ぷい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 日向ぼっこしてる。はいはい、わかったわかったわかった。はいはいはい。ここ暑いよ、ちょっと、プイック。かわいい。あ、なに、そのままなの。はいはい。でも気持ちいいですよね。自由にお散歩も。そうそうそう。できて。撫でて撫でて撫でて。プイック。ちょっとお願いだから、プイックちゃん。最高な顔されてます。最高な顔して気持ちいいんだ。はい、じゃあ、ちょっと後で来るから、また。ここに行ってちょうだい。オッケー。そうで、ここがだからジャグジーがあって、そうちょっと今閉めちゃってるけれども。ここでもじゃあ、みんな入ってなんかおしゃべりしたりとかしてる。あとこっちにもちょっとプールがあったりとかして。わあ気持ちよさそうですね。だからこことかはイベントとかでスタッフの方とかが来ても空いた時間にリラックスして泳いだりとか、もうそれこそ今の時期だったらみんな日焼けしたりとかっていう。やっぱりフランスの方って日焼けお好きですよね。すっごい好きだと思う。みんな特に女性とかも日焼け止めも塗らずに、しかも一番お日様がもう日本だったらもう絶対その時間は気をつけてっていうような時に顔をお日様に向けて日焼けしてたりとかで、みんな真っ赤になっていて、はい、もう心配になる。そう、心配になる。私もダメだよって、日焼けするのはいいけどせめて時間を考えてとか、せめてプロテクトしてからとかって言うんだけれども、はい、なかなかみんな。そうで、ちょっとここがね、モロッコ風のスタイルのところになります。帽子かぶっちゃう。素敵ですね。これ可愛くない？これほら。可愛いです。リボンも。そうそうそう、エビノンスのリボンがついてて、このイベントで皆さんにプレゼントするらしいよ。だからもらっちゃった。こんな感じで。素敵。そうさ。このオブジェもすごい素敵です。これは夫に私が数回分のクリスマス、数回分のお誕生日でプレゼントしたって感じ。そうなんですね。直近して。すごい。こちら池ですか？これが池でいっぱい鯉がいるの。本当だ。そうで、あの子が日の丸子ちゃんって私が呼んでる。YouTube で前、そうそう。日の丸子ちゃんも大きくなって。本当ですね。そう。なのでちょっとここで、そしたら。よくここでだから夏とかも子どもたちがここに座っておしゃべりしてたりとか、いいですね、本読んだりとか、そんな感じで。でも、家の中にいても日差しが本当に強いので、家の中でもあちこちに日焼け止めクリームがあって、ちゃんとねこうやってみんなまめにつけるんです。子どもたちも私も。先ほどそうもうほら鏡があるわけじゃないから、もう適当になんだけど本当に塗って、やっぱりちゃんとまめに塗らないとダメなので、いいですね。でも重ね付けもそうできるし、こんな感じで時々ぼーっとここで一人で本を読んだりします。
最近はどんな本を読まれてるんですか？でもね、昨日読み終わったのが松本清張さんの「点と線」っていうので、それも空港に着いてからパリからニースに来る機内で読み終わっちゃった。じゃあもう一瞬で。でもちょっと飛行機が遅れたから、本持ってると、はい例えば飛行機が遅れたとか待ち合わせに誰かが遅れてくるとか、だからそういう時にもその時間がこうネガティブじゃなくなるというか、有意義に使えるというか。いいですよね、読書ってね。読書いいです。だからごめん、本の話やって、でもそうそうそう。でね、今はもう昔読んだんだけど、宮本照さんの「由楽の園」っていうのをちょっとまた読み返してみようか。ちょっとほら黄色っぽくなっちゃってる。もうやっぱり内容忘れてたりするし、でも大体何ページか読んでるとだんだん思い出してくるけれども、やっぱりいい本は何度読んでもその時々で感じ方が違うので、ということで、なんか急に本の話になってしまってそう読みます。ちゃんと塗ったし、手も塗っとこい。手の甲とかもさ、すごい焼けるじゃない？そうですね。やっぱり私たちぐらい年齢になってくるとこう筋張ってくるしてもうちゃんとケアしといてあげないとっていう。こうやって塗ってもベタベタしてないから、この後でバッグ持ったり何してもあまり気にならず。じゃあちょっとゆっくりちょっと読書タイムです。はい、また読み返してみます。今日は南仏でのモーニングルーティンをご紹介したんですが、でもね、実は私が大好きなプロダクトがあって、ちょっとこれはモーニングルーティンってわけじゃないので、でもどうしてもご紹介したいから入れさせていただくんですけど、これね、マスククレームっていうものなの。で、これもいわゆるマスクパックなんだけれども、これは私のお助けグッズ。本当に大好きで、実はだからずっとバカンス中も毎晩つけてた。っていう、どんなのかというと、マスククレームというのは普通に本当こういう白いのなんだけれども、結構こっくりとしているもので、こういう感じで割としっかりしてるでしょ。で、これをね、例えば飛行機での移動とか、それからこうやってすごい日焼けをした時とか、やっぱりあと風が強い人が、とにかくなんか今日は肌を酷使したなっていう時、今日も全部疲れてるみたいな時に全部のその洗顔をしてきれいにした状態で、ちょっとローションで整えた後にこれをね、もう真っ白になるぐらいに全部につけるんです。これ目の周りも口の周りももう全部。じゃあちょっとマスクっぽくというか、さっきの朝のルーティンでマスクスペシャルをつけた時もこう結構たっぷりつけてたでしょ、あれぐらいの量をブワーッとつける。で、そうすると5分後ぐらいには何もなくなっちゃう。だからもう肌が喉が渇いてるじゃないけれども、もう保湿っていうのを多分肌が訴えかけてて、もう全部吸収してくれる。だから本当にこうやってつけて、こうやって私とかもう贅沢に使っちゃうんだけど、これぐらい肌に残した状態で、例えばこの間うちすごい日焼けをした時とかはそうやってやったらもう5分後も10分後には何もなくなっちゃったので、またさらに上からつけて本読みながら時間が経つのを待ってって感じで。じゃあ日焼けした日とかにもすごく最適。すっごい最適だし、例えば出張とかですごくハードスケジュールの時は夜それをつけて、で私はそのまま寝ちゃうの。もう流したりとかもせずにしないで、もったいないから軽くティッシュオフする感じで、枕にタオルを敷いて、もうそのまんまこうやって寝ると翌朝ポーンって感じ。本当に。でこれはいろんな方たちに勧めたらすごい納得してくれて、これは大人のためのプロダクトなんだけれども、子どもたちとかも無防備に日焼けをするわけ。ちゃんとケアしててももう炎天下にこうやってもう日焼けしたいってやってるとやっぱり案の定ここが真っ赤になっちゃったりとか、ここが真っ赤になって痛いとかってなると、夜は必ずこういうところつけてあげて、もうそのまま寝なさいって言って、なんかやっぱりこう抑えてあげなきゃいけないじゃないですか、刺激を。肩とかもなっちゃうとパジャマ着たりするから、こうちょっと塗ってあげてっていう感じなので、もう手放せないし、特に家族で旅行に行く時とか、そういう時にはもう絶対この一つを丸々入れていきます。みんなで使ってるし、ということでちょっといろいろとモーニングルーティンとか、だからこれはナイトルーティンによく加えてるものなんだけれども、ちょっと今日はそんなお話を
させていただきました。夫が私のために作ってくれた化粧品なんですけれども、9月ぐらいから少しずつ日本でも買っていただけるようになるので、楽しみに待っていていただけたらと思うし、オンラインでもご購入いただけるんですけれども、これで私はこの十何年同じケアを繰り返してきているので、ぜひ皆様にもお勧めしたく今日はご紹介させていただきました。ありがとうございました。